2004年の YZR-M1 です。なんで2004年の YZR-M1 ロッシを選んだかっていうと、前年までホンダでチャンピオンを取ってたロッシがわざわざヤマハに移籍するってことですごいニュースになったんですよ。しかもロッシが移籍する前、2003年までのヤマハってすごい弱かったんですよ。2003年のシーズンを通してヤマハの車っていうのが表彰台に1回上がっただけなんですよ。1勝もしてないし、すごい低迷してたんです。そこにロッシがわざわざ移籍する。どんな理由があったのかってことですよね。じゃあ見ていきましょう。2001年から2003年、ホンダで3年連続チャンピオン獲得と。しかし、彼にはある思いがあったと。2001年は、500cc 最後の年です。この右の NSR500 です。で、チャンピオンを取って、MotoGP 元年の2002年、そして次の年2003年も MotoGP のニューマシン RC211V でチャンピオンを取ったので、順風満帆にね、見えるんですけど、彼にはある思いが、どういうことなんでしょうね。MotoGP が始まって2年間で20勝のロッシ。だけど、マシンが速いから勝てているに過ぎない。そんな批評に自分の過小評価を覆したい。笑顔の中にこんな思いを隠していたと。これは本人がインタビューの中で語ってるんですけど、マシンが速いから勝ててるだけだっていう評論とかをよく見たと。それを覆したいっていう思いがあったらしいんです。私が考えるすごい単純なね、原因っていうかね、推測は、ロッシって、この写真見てもわかるように、いつも笑顔なんですよ。いつもニコニコしてて元気で、レースでこう勝ってもなんとなく勝っちゃったみたいな、軽く見えなくもない。でもそんなわけがないんで、彼なりにいろんな準備とか努力をしてるんだけど、たくさん勝っちゃったんで、だんだんそれが見てもらえなくなっちゃったっていうことだと思うんですよね。で、周りの評価って問題と、あと、ホンダともうまくいかなくなってたんですよ。ロッシがホンダに求めた条件、明確なエース待遇、開発の方向性を決める決定権、開発パーツの優先的な供給、ワークスライダーをチーム内で平等に扱うホンダの態度は、ロッシにとって不信感へと変わっていった。さっき話したその周りから評価もね、気になってたってこともあるんですけど、ホンダの中での扱いも不満が高まってたらしいんです。ロッシはチャンピオンを取り続けてるんで、エース待遇を望んでたわけなんです。マシンの開発を進めるにも、自分の意見を優先的にしてほしいし、新しいパーツができたら自分に回してほしいし、それは勝って実績を出してるんで、そうしてほしいって思うのは当たり前だと思うんですけど、この時に限らず、ホンダのワークスチームっていうのは、ワークスチームにライダーが、例えば2人とか3人いれば、全員平等なんですね。誰かが早いから、誰かだけにいいものをあげるとか、原則的にしないらしいんですよ。だからロッシは、ね、いくら活躍しても、チーム内で自分より遅いライダーと同じ扱いだった。そういう不満っていうのがあったようなんですね。で、2004年からのヤマハ移籍を発表。前年表彰台1回だけのマシンでチャンピオンを獲得して、自分の能力を証明するっていう、そういう意気込みでしょうね。ヤマハとの契約にあたって、契約なんでいろんな条件を出すわけなんですが、その中に、ステッカーを自由に貼らせてほしいって要求したらしいんですね。とりあえず読みますね。きっと、こんな思いが、バイクのことは一番自分が詳しいと。どこが悪いか、どこを直せばいいかわかると。だから、バイクも速くなって、自分も速く走れるんだと。ロッシって、このバイクとか、あとつなぎにも書いてあるんですけど、ザ・ドクターってね、いつも貼ってあるんですよ。バイクのお医者さんだよと、僕はと。バイクの悪いところもわかるし、直せるし。これがいろんなものの、ね、答えな気がするんですよ。まずそういう自負があるっていうのと、ホンダのバイクが速いから勝ててるだけだっていう評価が気に入らなかったってことと、ホンダの中で開発の主導権を持たせてもらえなかった、そういうことがあった。全部それらがね、ここに繋がると思うんですよ。要するに、バイクをどうすればいいか、自分が決めてきたから速くなったんだってことを理解してもらえなかったってことだと思うんですよね。速く走れるのは彼はもちろんすごいんだけど、それにプラスして、バイクのことをよくわかってるんだ自分はっていう、これが彼にとって大きいアイデンティティなんだろうなって思うんですよ。なので、わざわざ勝てるホンダを捨ててまでヤマハに行ったってことだと思うんですよ。はい。